はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、京都大学2021年、今年の京都大学の数学を1年分解説していこうと思います。このね、京都大学今年の問題は結構基本的な問題が多かったので、このね、解説を通して基本の重要性について再確認してもらえたらいいなと思います。そして数学で一番重要なことは問題のね、解法を覚えることじゃなくて、どうやったらその解法を思いつくのか、そのプロセスなので、そこを中心にね、解説していくので、そこも合わせてマスターしてもらえたらいいなと思います。それでは今回解説していくのはこの5問。全体としてね、ちょっと3番がね、難しいかなと思います。でもこの1、2、5は絶対に落としちゃいけない問題。じゃあまずは四角1番から。問1、10進法で表せた数 6.75 を2進法で表せ。またこの数を2進法で表せた数、これとの積として与えられる数を2進法及び4進法で表せと。まずは 6.75 を2進法で表してあげる。これね、10進法を考えてあげると分かりやすくて、123.45 って言ったら、ここが1の位、ここが10の1乗の位、ここが100の位と、ここが10のマイナス1乗、だから10分の1、100分の1の位と。これと一緒で2進法も、こういう風にあったら、ここの部分が1の位、ここの部分が2の位、この部分が4の位。で、ここが2分の1。だから 0.5 の位で 0.25 と。じゃあ 6.75 はって言ったら、6はね、4と2に1個ずつ立てれば OK。で、点75の部分は 0.5 に1個立てると、残り 0.25 でここ1立てたら終わりと。110.11 という風になるわけね。じゃあ次、110.11 とこれとの積。これは10進法と同じようにね、筆算で計算することができるんでね。こういう風に筆算してあげると、これ、かける1だから全部ね、簡単なんでね。こんな感じで掛け算することができて、あとは足していく。ここは1が降りて、1が降りて、1が降りて、ここは1足す1で2なんだけど、2は1繰り上がって0でね。で、次、1足す1足す1は3なんだけど、3は1繰り上がって1と2進法だからね。で、同じように計算していくと、こういう風になって、あとは小数点の1だね。1、2、3、4、5、6と。だから6箇所目。3、4、5、6と。ここの部分に点を打って終わりと。じゃあ続いて4進法で表せ。これね、2進法から4進法に直す場合なんだけど、これ2つずつで区切って考えていく。そうすると、それぞれね、中において00を0、01は1、10を2、11を3っていう風に置き換えてあげれば、2進法からね、4進法への変換は完成すると。だから10が2。で、00は0、11は3、点313という風に変換することができるわけです。よろしいですかね。ここら辺のね、2進法、4進法の話は、いかにね、10進法と同じように計算できるんだってことを押さえてね、基本的な考え方っていうものを押さえてもらえばいいかなと思います。じゃあ続いて問い2番。これもね、基本問題ですね。三角形 OAB において、OA=3、OB=2 かけ AOB=60 度とする。三角形 OAB の水深を H とするとき、だからここね。この時、OH ベクトルをOA ベクトルと OB ベクトル、略して A ベクトルと B ベクトルを用いて表してくださいね、というものね。これ水深の1ベクトルを求める問題、基本問題ですよね。どういうふうに考えるかというと、まず基準となるベクトルは A ベクトルと B ベクトル。だから視点が O っていうことなんだけど、そうすると次に考えてほしいのが、H がどういう点なのかと。H っていうのはどういう点かというと、BH 垂直 OA かつ AH 垂直 OB となる点。こういう風に説明することができるんだよね。そうしたら、これ垂直ってことは内積が0っていう風に言い換えることができて、全部ね、視点を O で考えてあげると、これ BH ベクトルっていうのは OH ベクトル引く OB ベクトルと、B ベクトルと A ベクトルの内積が0。こっちも同様で OH ベクトルマイナス A ベクトルと B ベクトルの内積が0と、こういう風に言い換えることができる。で、ここでね、一回止まってしまうんだけど、もうパターンとしてね、OH ベクトルっていうものをXA ベクトルプラス YB ベクトルという風に置き換えてあげると。そうすることによって X と Y についての連立方程式を立てることができるよねと。あとは A ベクトルの大きさイコール3。で、B ベクトルの大きさが2。で、A と B の内積が、このね、ナス角が60だから 3×2× コサイン60度で3という風にね、わかるわけだから、こいつを使って X と Y の連立方程式を立ててあげる。そうするとね、こういう式になるんだけど、これを計算すると、x と y は9分の1、3分の2という風になるので、OH ベクトルイコール9分の 1OA ベクトルプラス3分の 2OB ベクトルという風に求めることができるわけです。水深のね、1ベクトルを出す問題っていうのは教科書にもね、絶対載ってますよね。なのでそういう教科書的なレベルの問題っていうものをしっかりとね、押さえておくことが重要と。じゃあ続いて第2問。定積分。この値を求めよう。これもね、簡単ですよね。要は絶対値を含む積分。
だから、どういう風に考えるかというと、グラフを用いて視覚化してあげると分かりやすいと。これが y イコール x 2乗マイナス2分の 1x マイナス2分の1のグラフとすると、その絶対値っていうのはそれを折り返したもの。で、この x 切片っていうものを求めていきたいんだけど、これを因数分解してあげると、x マイナス1と x プラス2分の1とよって、ここがマイナス2分の1で、ここが1になるわけね。そうすると、これをマイナス1から1まで積分したものっていうのが、どこに対応するかというと、マイナス1から1なわけだから、ここの部分と、ここの部分の面積の和という風になるわけ。ということで、マイナス1からマイナス2分の1へ、マイナス2分の1から1で、積分のね、中身っていうのを分けてあげればいいんだけど、ここでグラフを見てあげると、ここね、6分の1公式使えるよね。ということで、求めたい積分っていうのは、マイナス1からマイナス2分の1までは、x2 乗マイナス2分の 1x マイナス2分の 1dx。マイナス2分の1から1までは、6分の1公式が使えると、x2 乗の係数1なわけだから、6分の1、1マイナスマイナス2分の1の3乗と、こういう風になる。で、ここはね、普通に定積分してあげて、計算、省略すると、24分の19という風になるわけです。ちゃんとね、絶対値付きの積分っていうものの基本を押さえていれば何の問題もなく解けると。続いて第3問。この問題はね、今年のセットの中で一番難しい問題だと思うんですけど、見ていきましょう。n を2以上の整数とする1から n までの番号がついた n 個の箱があると。で、それぞれの箱には赤玉と白玉が1個ずつ入ってる。で、この時操作を繰り返していくと、番号 K の箱から玉を1個取り出して、番号 K プラス1の箱に入れてよくかき混ぜる。で、一連の操作が全て終了したと、番号 N の箱から玉を1個取り出して、番号1の箱に入れる。この時番号1の箱に赤玉と白玉が1個ずつ入っている確率を求めてくださいねと。これ図示すると、今箱1から N まであって、これはね、玉をね、動かしていくんだよね。こんな感じでどんどん動かしていく。で、最終的に箱 N から1に玉を1個戻してあげる。この時に箱1に赤玉白玉が1個ずつ入ってる確率を求めてあげてくださいねと。これはね、ちゃんとね、状況を分析しなきゃいけなくて、例えば、最初に箱1から箱2に白玉を移したとしましょう。そうしたらこの白玉が消えて、ここに白玉が1個増えると。じゃあ次、赤玉がね、移動した場合考えると、この赤玉が消えて赤が1個増えると。これが繰り返されていくわけね。で、例えばここで白玉が入ってきた場合は、ここに白が1個増えると。で、最終的に、最初ね、白玉を出ていったわけなんだから、ここで白玉を戻してあげることによって、この白が復帰して、赤玉と白玉が1個ずつになると。いうことはわかるよね。こんな感じで見ていくと、これね、箱2から箱 N までの間で、赤玉1個、白玉2個、あるいは赤玉2個、白玉1個の場合が繰り返されていくということがわかるよね。直前に白玉が入ってきた場合は赤玉1個白玉2個になると。直前に赤玉が入ってきた場合は赤玉2個と白玉1個になると。こういう風にね、同じ状況っていうものがひたすらね、繰り返されていくと、順番に行われていくものっていうのは、これ全化式を立てるとね、うまくいくことが多いと。いろんなね、全化式の考え方があるんですけど、今回、例えばね、箱 N について、ここが赤玉1個白玉2個になる確率っていうものを AN という風に置いてみましょう。そうしたら、まずね、一旦、この箱1っていうのはね、最初2つ、赤玉1個、白玉1個っていう風に例外的な場合なわけだから、一旦最初ね、白玉をね、取り出してあげるという場合を考えてみましょう。そうしたら、箱2っていうのは赤玉1個、白玉2個っていう風になるわけだから、A2 っていうのは絶対1と、確率が1だね。こうなる確率は1ということが言える。じゃあ次ね、全化式を立てていきたいわけなんだけど、箱 K と箱 K プラス1について着目していきましょう。箱 K プラス1の、このね、赤玉1個、白玉2個になる確率っていうのが AK プラス1。箱 K について赤玉1個、白玉2個となる確率が AK なわけで、これらの関係性っていうものを考えていきたい。その時にもう一つのね、確率っていうものを考えるね。この赤玉2個、白玉1個っていう風になる確率っていうのが 1-AK と。じゃあ、これを2つ考えた上で AK プラス1、この状態になるためにはどうなればいいかというと、これね、前のところで白玉が入ってくればいいんだね。ということは、この状態から白玉が入ってくる確率っていうのは3分の2。この状態から白玉が入ってくる確率っていうのは3分の1と。よって、AK プラス1は3分の2倍の AK 足す3分の1倍の1マイナス AK。整理すると3分の 1AK プラス3分の1と。こういう全化式を立てることができるわけです。じゃあ、あとはこの A2 イコール1っていう初期条件のもと、このね、基本的な確率全化式を解いてあげると AN イコール2分の1倍の1プラス3分の 1n マイナス2乗と、こういう風になる。この確率って何かというと、このね、n 番目の箱に白が入ってきて、これ赤、白、白ってなる確率がこうですよっていう風に言えるね。今考えたいのっていうのが、そこから白玉がね、取り出される確率でしょ。これって結局、イメージとしてね、
n プラス1番目の箱っていうものを考えてあげて、こいつに白玉をね、渡してあげる。っていう確率は全く一緒だよね。問題の状況としては、箱1にね、赤玉しか入っていないわけで、そこに白玉が加わっていくわけなんだけど、箱1の中に赤玉と白玉が入ってって、それが赤、白、白になるっていう風に考えてあげても全く一緒なわけだから、結局、n プラス1番目の箱において、赤、白、白ってなる確率ってものを考えてあげれば答えになると。n プラス1っていうのは、1プラス3分の1の n マイナス1乗と。で、この確率っていうのが何かというと、白玉がね、箱1から取り出された場合に、白玉が戻ってくる確率と。よって、最初に白玉が取り出される確率っていうのは、その2分の1倍なわけでしょ。でも、最初に取り出される場合が赤玉の場合もあるわけだよね。で、赤玉の場合も同様に対称性よりこの確率で赤玉が戻ってくるわけだから、結局、2分の1倍した後に白と赤の2倍して、結局答えは2分の1倍のこれと、こういう風に答えを出すことができるわけです。よろしいですかね。まあこれね、ちょっと、いろいろこんがらがって難しいんですけど、ちゃんとね、この赤、白、白、あるいは赤、赤、白の2パターンが次から次に連なってるんだっていうことが分かれば、確率全化式っぽいぞっていう風に、導くことができるわけです。よろしいですかね。続いて第4問。まあね、問題文長いんだけど、要約すると、こういう直方体があるね。横が1、縦が2、高さが3の直方体があって、点 O と点 F と AE 上の点 P と CG 上の点 Q。これが同一平面上にありますよと。ね。この時、この OPFQ の面積 S の最小値とその時の点 PQ の座標を求めてくださいねっていう問題ね。まあこの問題ね、テーマとしてはかなり品質で、言い換えてあげると、これって結局同一平面上にあるっていうのは直方体を切断してるっていう風に言えるよね。こういう風に言い換えられると、まあこれはパターンがあって、この四角形 OPFQ は平行四辺形だという風に言えるね。なぜかというと、OAED と GEBF は平行なわけでしょ。面として平行。それに同一平面で切ってあげると、その交線の OP と FQ っていうものは当然平行になる。同様に OQ と PF も平行になりますよと。で、平行四辺形っていうことが分かると、この OP と QF に着目するとね、1いって K 上がるっていう風に置いてあげたとすると、こっちも1いって K 上がると。だからここの QG の長さが K ということが分かるわけ。ここまで来たら、もうあとは P と Q の座標を K を用いて表すことができて、こういう風に表した後、この S の面積をね、うまく K を用いて表していくと。まあこれね、平行四辺形なわけだから、三角形 OPQ の面積の2倍っていう風に考えてあげると、三角形 OPQ の面積ね、ベクトルを使ったら簡単に表せますよね。面積 S は2倍の OPQ っていう風に表すことができて、三角形 OPQ はベクトルを用いて公式があると。こういうね、ベクトルの公式があったということを押さえておいてください。そしたらここは約分できて、OP ベクトルと OQ ベクトルっていうのがそのままこれを見たらね、明らかで、これを計算してあげると、まあ、こういう風にね、K を用いて表すことができると。で、ここの部分をね、展開してあげるにあたって、K2 乗と 3-K の2乗の部分っていうのが、こことね、消えてくれるわけ。K2 乗 3-K の2乗。だから、結局、4K2 乗と 3-K の2乗と 1×4 の4だけが残るね。これをうまくね、計算して展開してあげると 5K2 乗 -6K プラス13っていう風になる。で、このね、最小値を求めたいわけだから当然平方完成と。こういう風に平方完成することができて、一応ね、K の範囲っていうものは0から3の間。よって、K イコール5分の3の時が最小値になると。ここに戻してあげると、点 P は1、0、5分の3っていう風になって、Q は0、2、5分の12と。いう風になって、じゃあその時の最小値、その時の面積の最小値はルート5分の56と、すなわち5分の2ルート70という風になるわけです。よろしいですかね。まあこういうね、直方体を切断すると、そういう本質に気づければ、じゃああとはこれは平行四辺形になるんだ。で、ベクトルを使っても、K を用いてね、面積を表していくんだと、こういう方針が立つんじゃないかなと思います。じゃあラスト、第5問。P が素数ならば P4 乗プラス14は素数でないことを示せ。これはですね、もう京都大学で品質の話題。整数問題なので、この3パターンを思い浮かべてほしいんですけど、不等式で絞り込み、因数分解で積の形、倍数余りを利用すると。でもね、P4 乗プラス14は、不等式をね、あんま使えなさそう。因数分解もできないなと。ちょっと工夫すればね、面白い形にできるんですけど、今回は倍数余りを利用していこうというふうに考えるわけ。
そうするとね、P4 乗プラス14。よくわかんないけど、とりあえずね、P イコール2の場合、P イコール3の場合、P イコール5の場合っていう風に実験していきましょう。そうすると、2の4乗足す14っていうのは30。3の4乗足す14っていうのは95と、5の4乗プラス14っていうのは639と、で、7の4乗プラス14、2415と、こういう風になって、いろいろ見ていくと、これ5の倍数でもできるんですけど、3の倍数でうまくいくと。要は30も639も2415もこれ3の倍数だね。でもこれ95、3の倍数じゃないじゃんって思うかもしれないんだけど、P イコール3っていう特殊な場合だから、これは別で考えれば OK なわけですよ。じゃあ、P がね、今、3で割った時の余りが1か2。これはプラスマイナス1っていう風に言い換えることができるんですけど、の時は P4 乗プラス14はって言われたら、P がプラスマイナス1なんだから、その4乗はいずれの場合も1と。プラス14で15は3で割った時の余りは0と。よって P4 乗プラス14は必ず3の倍数になると。でも3の倍数だから素数じゃないとは限らないんでね。なぜかというと、3は3の倍数だけど素数だからね。ということで P4 乗プラス14が3じゃないっていうことを一言触れた上で、よりP4 乗プラス14は合整数ということがわかると。じゃあ最後に P が3で割った時の余りが0、3の倍数の時はって言われたら、P が素数なわけだから、3の倍数の素数って言ったらもう3で確定なんでね。P は3で確定。で、その時は95なわけだけど、これは 5×19 という風に素因数分解できるので、P4 乗プラス14は3の倍数の時も、3の倍数じゃない時も絶対に合整数という風に言えるので、この素数でないということを示すことができたわけです。よろしいですかね。このね、整数問題、京都大学で何度も問われてるね、倍数とあまりに着目してって3の倍数、あるいは5の倍数とかでうまく絞り込んでいくと。こういった考え方がね、繰り返し問われてるんだな。ということで今回、京都大学の問題を解説してきたんですけど、基本的な問題がね、多いという風に感じたんじゃないかなと思います。ただですね、これを本番で自分で思いつけるかっていうのは話が別なんですよ。なので、ちゃんとね、日頃からどういう風に考えていったらこういった基本的な問題に対しても、アプローチすることができるのか、どうしたら解放が思いつくのか、ここをね、普段から意識して勉強してもらえたらいいなと思います。今後もね、こういった動画をたくさん出していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。